はい、こんにちは。色塗り堂でございます。2月のりんご日記です。そうですね、面倒で、じゃあちょっと手早くかける水彩画集。透明水彩ですね。これを2月は使おうと思って、リファールの細体目を使って始めたところ、その前の月に透明水彩を使っていたせいか、ハッシュの書き方を忘れて、扱い方を忘れてしまって、このような、非常に小汚いリンゴが出来上がりました。で、というわけで、翌日、ちょっと綺麗めの色を使って、たところ、遠目で見ればそんなに悪くもない。まあ、やっぱりですね、鬱が良くなくて、最後まで書く気になれなかったと。ひどいですね、次の。もう、この時の精神状態です。ホルベインの水彩画紙を使っているので、色自体はそんなに、感触はそんなに悪くないんですよ。やっぱり、その時の状態が出てしまうのですね。やる気なしん。もうね、なんか、色塗ったくってるだけって感じになってますね。で、これが、なんと、ペンテルの、いわゆる学童用の、水彩絵の具ですね。まあ、不透明のような、透明のような、色によってちょっと変わってくるんですけれど、やっぱり、色の深みとかが違うんですよね。まあ、色数が少ないっていうのもあるんですけど、ね、まあ、使いやすいのは使いやすかったように思います。VR の細目使ってるということもあってだと思う。使いやすいんですよ。使いやすいけど、ちょっと個人的に、なんでしょう。色が、数が少ないというのと、やっぱりその発色の仕方、絵の具自体が持つ感触の深みというか、ムラなく塗るっていう点においては、とても良いですし、コスパは本当にいいです。だから、そうですね、ビファールの細目使ってますけど、普通に画用紙とかでいい気もしますし、色にこだわりがないのであれば、ペンテル、まあ桜もそうでしょうけれど、学童用の水彩で十分かもしれませんね。じゃあホルベインですね。
中の感じがね、違うんですよ。でも、ちょっと気分がかなりうつうつとしている状態だったので、こだわるほどではないんじゃないかと思いますけれど。これが、セルの角度用のを使って、透明水彩風に描けるかなっていうので、ビファールの粗めでやってみました。水多めに使ってみたんですね。薄くなるだけでした。はい。根気強く塗っていけば、なんとかなったんじゃないかなとは思います。ではまた、ホルベインの水彩の、透明水彩ですね。と、あとペンテの水彩と両方使って試してみましたが、何か試そうにも、うつが悪化してる時にですね、でも、というか、結果が出ないし、無駄な気がいたしました。で、もっと楽に塗れる方法はないかと試したのが、絵手紙風に。これは、ペンテルの水彩を使って、この黒いとこですね。この黒い線は、サイのアウトラインのペンを使って、これ乾くと溶けないんですね、水で。で、ビフアールの粗めに描いてみました。なんか絵手紙っぽいですよね。このくらいだと、ペンテルの水彩でも十分な気がいたしました。はい。ちなみにですね、フライングするんですけれど、3月に、これ14日なんですね。この後いよいよ、うつもアレルギーも悪化しまして、囲碁日記すら書けない状態になって、3月に入り、絵手紙風で、これはビフアールの粗め使ってるんですけど、丸々の画線紙を使ってやってみようとずっとこの時から思ってて、3月に入っていよいよ書いてみたんですが、これこの通り。はい。画線紙っていうのは、透明水彩とかは、色が発色がなんかどうしても良くなくて、態度低くなっちゃう感じ。比べてみたところ、画線紙っていうやつは、本画とかで使う、なんて言うんだっけかな。粉固めたやつ。それをじゃないと、こういう風に血色悪くなっちゃうようです。はい。なので、ちょっと画線紙は、しばらく使わないでおこうと思う。あと、このね、ケバ。こういうのができやすいみたいですよ。とても柔らかいの使った方がいいみたいで。
なわけで、夏はもうグダグダのダメダメで、急遽病院に飛び込んだほど、アレルギーの悪化。体中かゆいと何もできないんですね。そういうことでございます。それではまた。